皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 23. 今回のエピソードは、子供として東京に住むのがどんな感じなのかについてお話しします。私は東京で生まれ育ちましたが、といってもものすごく東京の端っこなので、自分の家から渋谷とかまで少なくとも電車で30分とかかかるんですけれども、なので都心に住んでいるおしゃれな子供の生活ではなく、普通に家の周りに畑とか森林公園とかあるような結構田舎な生活ですけれども、そうは言っても今まで普通だと思っていた自分の子供時代が海外とか少し小さな町に住んでみて、実は普通じゃなかったと気づくことがいくつか最近あったので、それをご紹介します。まず一つ目は、自立が早い気がします。多分日本が安全な国だからっていうのが大きな理由だとは思うんですけれども、例えばもし私立の小学校に通うとなると、小学校1年生、つまり6歳から電車に乗って学校に行くんですけれども、人によっては。で、その時に東京で電車に乗るってことは、その乗り換えをする、一本の電車だけじゃなくて、大きな駅で路線を変えて3本ぐらい電車を使ったり、多い人は1時間とかかけたり、あとは電車が遅れるということもあるので、そういう時にちゃんと何が起こっているのか把握して、もし学校に遅れるなら親とか学校に連絡して、でちゃんと電車を乗り継ぐっていうのを6歳からやっているっていう子どもたちがいるのはすごいなと思うんですね。私自身は公立の学校に通ったので、学校に行くのに電車を使うっていうことはなかったんですけれども、それでも8歳ぐらいから習い事でバレエ教室に行き始めたんですけれども、週に数回自分でバスや電車に乗って、バレエ教室に行っていました。なので、他の国ではどうか知らないですけれども、日本では幼い時から一人で買い物に行く練習とか、私も多分幼稚園生だった時に、家から本当に数分のところに一人で行く練習をさせられて、で、もちろんそれはお母さんが実は後ろでついてきたと思うんですけれども、その自立をするっていう練習をちゃんとさせられます。あと、アメリカとかでは子供を一人で家に置いておくのは良くないって聞いたことがあるんですけれども、日本では結構普通、少なくとも私が子供だった時は普通だったので、例えば学校終わって家に帰って、親が仕事を終えて帰ってくるまで子供たちだけで過ごすっていうことも、普通でした。なのでそうすると少し早めに夕飯を食べたかったら自分で作って用意したり、もしやりたいことがあったらそれも親がいないうちにできるので、自分でやることの選択肢が多いし、何でもかんでもどこに行くでも親が必要とかいう国と比べて、かなり小さい時から自分でやる、一人で行く、もしくは友達と助け合うっていうのを早く学んでいるのかなと思います。2つ目はこの電車とかに似ているんですけれども、とにかく移動時間が人生の多くを占めている気がします。これは私がスペインの小さい町に住み始めるまであんまり気づかなかったことなんですけれども、例えば私が高校生の時は家から高校までドアトゥドアで1時間20分ぐらいなので、往復で2時間半以上かけて毎日登校していたり、大学も行くだけで1時間かかっていました。なんでそんなに時間かかるのに一人暮らししないのかって思うかもしれないんですけれども、東京の家賃は高いので、学生にとっては、もし東京に実家があるなら本当に助かりますよね。でも今考えると、すごく一日の中の長い時間を移動に費やしてたんだなと思います。今でも例えば実家にいて、じゃあ美容院に行きたいで、なんかちょっとちゃんとした都心のおしゃれな美容院に行きたいってなったら、1時間以上かけていく
ので、昔は全然気にしていませんでしたが、今だと美容院に行くだけなのに、買い物するだけなのに、なんで1時間半もかけてるんだっていうふうにちょっと思ってしまう時がありますね。なのでこれもちょっと自立に関係しているんですけれども、一人で過ごす時間も長くなると思います。例えば大学が午前中で終わって、バイトが夕方からっていう時に、いちいち家まで帰っていると2時間往復にかかってしまうので、その代わりにカフェに行って勉強するとか、時間潰しをする時間っていうのも結構あるので、そういう時に自分でカフェを探していくっていう力も身についたのかなと思います。3つ目はもうとにかくいろんなことにアクセスがあって、人に会う機会とか、いろんなことを試してみるチャンスがとても多いということです。例えば美術館、博物館一つとっても、もし毎月毎月行くとしても、毎回違うところに行けるぐらい、たくさんの美術館、博物館があるので、なんか物足りないな、もっと刺激が欲しいなって思うことは多分一度もないところだと思います。時々おすすめのレストラン東京でありますかって聞かれたりしますけれども、気に入ったところ以外だと毎回新しいところに行くので、いつも会う友達とかとも毎回どこに行くどうするって言って、どんなレストランがあるのか調べて初めて行くということがほとんどですね。ただ、今思い返すと、そんなにたくさんチャンスとかあったのに、あんまり利用していなかった気がします。例えば、高校は渋谷から数駅のところだったので、学校帰りに毎日渋谷とか新宿で遊べるチャンスがあったけれども、結局遊ばなかったと思います。とにかく勉強とか、あとは部活ばっかりしていたので、せっかくチャンスがあったのに使いませんでした。もしあの時自分はすごくラッキーな環境にあるって知っていたら、多分もうちょっと頑張っていろんな世界を見ようとしていたと思いますが、大人になってから気づきました。では今回軽めの内容でしたが、以上が東京での子供時代の特徴的なこと3点でした。皆さんの子供時代と比べてどうですか？もし大きな東京のように大きな都市に住んでいるけれども、全く違った経験があるとか、もしくは小さな町に住んでいるけれども似ているとかあったら、ぜひコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。